はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは TRN-MT5 です。ダイナミックドライバー搭載のエントリーモデルだよね。これ、去年買ったんでしょ？ずいぶん放置してたね。まあ、いろいろ優先順位があって、なかなか手をつけられなかったんだよ。同じ時期に買ったイヤーフック TRN-BT20 Pro も全然使ってなかったから、MT5 と BT20 Pro の組み合わせで数日使用してみたよ。じゃあ、両方のレビューってことになりますか？そうだね。すでにどっちも持ってる人も多いと思うんで、ざっくりレビューだね。MT5 は TRN のエントリーモデル MT シリーズの最新モデル。1000円以下で買えた MT1 に始まり、セミオープン設計の MT1 Pro、チューニングスイッチ付きの MT1 Max、2DD モデルの MT4、MT4 Pro など、仕様も結構変化していて、MT5 は 1DD に戻ってる。外観もオール樹脂製だったり、オール金属製、あるいは樹脂と金属の両方を使ったりと結構バラバラでしたね。MT5 は MT3 同様、オール金属製、亜鉛合金で片側 9.8g と結構重めですが、頑丈そうです。価格はご覧の通り、だいたい1700円切るぐらいで買えるね。安いよね。箱出し最初の主張で、問題ないわ、いい感じって印象だった。ダイナミックドライバー液搭載で、本体にはチタンダイヤフラムって記載あるんだけど、ウェブでは LCP になってるんで、LCP ダイヤフラムなのかな？この MT5 をイヤーフック BT20 Pro と組み合わせて使ったんだよね。そう、最近外歩くとき、ほぼ毎回使ってみてる。BT20 Pro 本体は以前のモデルと比べ、特に目立った特徴はないけど、以前のモデルと比べるとコストダウン感は否めない。コーデックは SBC、AAC のみではあるけど、使用感は悪くなかった。SBC 接続で多少空間に平面的なものを感じたけどね。装着感は個人差あると思うけど、自分にはもう少しここが長めの方が合ってる。KZ のイヤーフックの方が馴染みやすいかな。なるほど。愛は特に気になりませんでしたよ。そういえば、ようやく充電ケースに本体がしっかり収まる設計になりましたね。でもさ、KZ-AE01 とかと比べると、ちょっと大きいのが気になるかな。中の空洞部分をこんなに取らなくても、AE01 ではしっかり収まってるからね。そうね、もう少し小型化してもらいたかったわね。ケース充電容量が AE01 の倍以上あるから、そっちを優先したってことなんでしょう。あと、以前のイヤーフックで使ってた交換用のコネクターがそのまま使えるのは嬉しいわ。これは KZ のイヤーフックにはない特徴だもんね。MT5 と BT20 Pro の組み合わせで買うとだいたい4000円台前半ぐらい。これ KZ だと EDX Pro X と AE01 の組み合わせと同等かな。そうね、EDX ライトでもいいかも。どちらを選ぶかはイヤーフックの特徴で自分に合った方ってことになるでしょう。いずれにしても5000円以下でイヤホン本体とイヤーフックが揃うのは嬉しいかな。MT5 と EDX Pro X の音質で迷うかもしれませんが、そこは後で波形比較してみたんで触れてみるよ。さて、MT5 中心に話を戻します。今回のサウンドチェック、比較モデルが気になるんですが、以前 TRN コンプとの聞き比べなんかいいかもってコメントをいただいてたのを思い出したんで、コンプと比較してみた。3つのチューニングノズルの出音の違いと MT5 を聞いてみよう。ケーブルとイヤーチップは上の通り、オール TRN で揃えてみた。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Like they know. Do me a favor, don't do me any favors. Then throw it all in my face. You're putting weight on my shoulders. It's hard enough getting older. Do me a favor, don't do me any favors. Then hold it over my head. I'm paying off all the baggage, so I don't know you a damn thing. Do me a favor, don't do me any favor, favor. Don't do me any favors. Then hold it over my head. I'm paying off all the baggage, so I don't know
はい、サウンドチェックでした。コンクのブルーとブラックのノズルの明瞭さが目立っていましたかね。そうだね。MT5 は低域強め、中高域をやや抑えてるようで、コンクのレッドノズルの波形に似た部分が多かった。でも、レッドノズルと違うこの部分で、広域の明るさを確保してる感じ。そしてこの特徴は、コンクのどのノズルにもない。なるほどね。ところで、ジャックさんは MT5 どう思う？個人的には結構好きなバランス。歌物にはもう少し2キロあたりに山が欲しいと思うけど、そっちを出したら逆にここを少し落としたくなるだろうから、EQ で補正したりせず、このまま聴きたい。コンクのブルーとブラックの方が解像感は高いし、はっきりしたサウンドだけど、自分の耳には MT5 ぐらいが合ってる気がした。もともとコンクのレッドノズルが好きな傾向だったからということもある。最後にリアーフックの組み合わせで登場した KZ-DDX Pro X との波形比較を見てみましょう。聞き比べた感じどうでした？波形に似た部分が多いけど EDX Pro X の方が低域がどっしりしてて全体的に硬めの音に感じたね。はっきりしてる。コンクよりかな。なので少し柔らかめな方が良ければ MT5、 硬めで MT5 より低域も欲しければ EDX Pro X という選択でいいんじゃないかな。なるほど。どちらも1000円台で入手できるモデルですが、結構しっかりなりますよね。そうだね。気軽に聞くならこれでいいっていう人も多いと思うし、自分もイヤーフックに装着して外で使うには十分だったよ。はい、ということで、すっかりレビューが遅くなっちゃったけど、TRN-BT20 Pro、そして TRN-MT5 を軽くレビューしてみました。じゃあ、また次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。